こんにちは。今回は新たな挑戦ということで、4月に読んだ本の感想を簡単に紹介していきたいと思います。で、4月はこちらの4冊を読みました。あと、文芸も読んでいたんですけど、創作とかは5月に読んでいたので、もしかしたら来月紹介するかもです。では、1冊ずつ紹介していきたいと思います。まずは文学界5月号です。こちらは文学界新人賞の2作について紹介していきたいと思います。で、まずは浅田悠馬さんの親切な殺人。こちらは、総合格闘家でありながら生活のために施設の生活支援員としてバイトする29歳の男性が語り手の物語です。で、小説の冒頭はこんな感じです。スポットライトが視界を真っ白に塗りつぶす。光源と瞳が一直線に結ばれ、ほどくことができない。突っ張った首を無理やり振っても景色が単色に塗り替えられていく。タックルしてきた相手の体を抱え込もうとしたら足をすくわれ、そのままマットに打ち付けられた。といった感じで、とにかく格闘技、あと介護で動く体の描写が素晴らしくて、小説の中にある体の存在っていうのをとても感じる小説でした。あと、登場人物に無駄がないっていうか、それぞれがとても際立っていた印象で、個人的には施設の職員である花井さんっていうキャラクターが好きでしたね。で、もう一作の志島紫さんのさそり座の火星ですが、こちらは実習助手として母校の高校で働く誠と、その学校の生徒のルルナの二人の物語です。力になりたいと優しい対応をし続ける誠に対して、ちょっとルルナがどんどん執着するようになっていって、で、そんなルルナの姿に、誠はかつての親友の姿を重ねていくっていった感じですね。で、その誠の親友っていうのは、中学時代にクラスメイトが変人として扱っていたような子で、で、誠が唯一まともに挨拶を返したりっていった感じで対応していたことで、その子が担任の先生から誰と仲いいのって尋ねられた時に、誠の名前を挙げて、で、その後、学校生活でことあるごとに一緒にグループにされたっていった過去を持っていて、その、押し付けられた親友っていった形ですね、誠にとっては。で、あと、小説の印象的な部分としては、学校の労働環境だったり、やる気のない部活に対する誠の葛藤みたいなところがとてもリアルだなと思って、結構好みでした。あと、そうですね。他人のためにも自分のためだけにもなんか振り切れないって感じの誠の姿に、ちょっと人間の性質というか本質的なようなものを感じて、で、あと選評で書いてあった安倍一茂さんが選評で書いていた感情が1か10のどちらかにしかないかのごとき極端な描写の連続に加え、過程よりも結果の疲労ばかりに偏りがちな語り口は最終的に本作の主張を裏切ることになりはしないかっていう指摘はなんかちょっと腑に落ちるものがありました。でも面白く読めた作品でした。続いてが浅井亮さんの生殖記です。で、こちらの物語の主人公は家電メーカーの総務部に勤務する小生っていう名前の男性です。で、この小生は会社を良くしようっていう気概もなければ、社内外からの評判にも無関心でどうでもいいって切り捨てるようなタイプの人間なんですよね。で、そんな小生にとって職場はただ金を稼ぐための場所でしかなくて、で、小生がこういった思考にたどり着いたのは、幼少期に同性愛者であることから疎外されて、で、生きていくために所属する共同体にとってしっくりくる自分を繰り返し作り上げていったっていう過去が関係しています。こんな物語なんですけど、小生の生殖本能が語り手となって展開していきます。
で、個人的にすごい面白いなって思ったのが、やっぱりこの生殖本能っていう形のないもので、この現代の日本に生きる人たちの姿に切り込んでいくっていう感じがとても良かったかなと思いました。で、あと、会社員として働く小生のスタンスですね。これも繰り返し出てきたフレーズで、手は添えて、だけど力は込めずっていうスタンスなんですけど、とにかく頑張らないっていうところですね。で、最近だと静かなる退職といったところなのかなと思いました。そんな小生の姿を見ていると、ちょっと昔の自分に重なる部分があって、あれは多分5年以上前だと思うんですけど、転職して少し経ったくらいで、新しい仕事にも慣れた頃で、だんだん刺激が減ってきて安心感がだんだん強くなってきて、その安心感がいつの間にかちょっと無気力に変化してるんじゃないかって気づく瞬間があって、そのことをちょっと思い出したりもしました。なんで今思うと、小生の生殖本能の言うところの経済的自立の次がない状態だったのかもしれないなと今振り返って思います。で、そうですね。なので、この小説は、自分の生き方について考える読書時間でもあったかなと思います。続いてが、柴崎友香さんの遠くまで歩くです。で、こちらも内容を紹介すると、コロナウイルス感染拡大の中、小説家の山根は実践講座、身近な場所を表現する地図と映像を手がかりにっていう講座を担当することになります。で、物語はコロナ禍での山根の生活と講座での参加者の作品の紹介と好評を繰り返しながら進んでいくような感じです。で、印象としては読んで考えるのではなくて、読みながら自分の経験と照らし合わせて感じ取るような読書だったかなと思います。で、過去に経験してきた風景の記憶を呼び起こしたり、あとコロナ禍の環境とあの頃にしかなかった人と人との間にある空気感も感じたりしました。で、あとこの小説家の山根が担当する講座の課題がとても面白くて、課題の内容は写真を選んで文章を書くっていうところなんですけど、参加者たちの作品を読んでいると、自分もこんな講座があれば参加してみたいなっていう気持ちにさせられました。で、特に印象に残っている作品だと、大きな川の河川敷の写真に45年前に上京した時のことを綴った男性の作品だったり、幹線道路沿いになぜかずっと続いている味が普通のラーメン屋の作品とかですね。で、これらの作品に何を感じたかっていうと、初めて一人暮らしした狭い部屋だったり、そこから見える風景。あと、高校生の時に友達と一回だけ行った海沿いのラーメン屋とか、自分の中に眠っていた風景の記憶が呼び起こされるような読書時間で、改めて言葉とか小説が持つ力を感じた読書時間でもありました。で、あとそうですね。全体を通して生活していく中でも感じたことを自分なりに言語化して書き残しておきたいなと思えるような小説でもありました。4月に読んだ本最後が月と6ペンスです。物語のあらすじとしては、作家である語り手の私が証券取引所の仲買人をするストリックランドと出会います。で、ある日ストリックランドの妻から女を連れて駆け落ちした夫にパリまで行って会ってきてほしいっていう依頼をされます。で、パリへ渡った私はストリックランドと再会するんですけど、愛人と悠々自適な生活を送っているなんてこともなく、ストリックランドの生活は実際とても質素な暮らしぶりでした。で、そこで私は当然、妻を捨てた理由を尋ねるわけなんですけど、ストリックランドはただ絵を描くためだと答えます。そして私は次第にストリックランドの人生に巻き込まれていくといった物語です。まず、なぜこの本と出会ったかというと、
20代前半でニューヨークへの留学を控えてた頃に、大学の友人が読んだ方がいいと教えてくれたのがこの本でした。で、多分友達におすすめする理由を多分聞いたと思うんですけど、確かネタバレになるからっていうので多分教えてくれなかったと思います。で、この友人っていうのが、いつも小説を読んでるようなタイプの人だったので、だからこの本にはきっと何か意味があるのだろうっていうのを感じたのを覚えてます。なんでタイトルとかすごい覚えてました。で、それから結局なんだかんだで読む機会がなく、ここまで過ごしてきて、で、少し前にブックオフでたまたま見つけて購入しました。で、読んで考えたのが、自分は一体個人として何を求めているのだろうかっていったところでした。で、本当にしたいことをするっていうのが、単純であるがために、そしてそれ以上に難しいこともないのかもしれないなっていうのを考えたりもしました。そうですね。あとこの友人がこの本を勧めてくれた頃に読んでたら、自分の人生はまた少し違ってたのかもしれないななんてことも一瞬頭をよぎったりしたりしました。それくらい自分にとってこの小説は結構影響力が強かったのかなっていうふうに思います。で、今ではストリックランドの生き様の魅力も理解できるし、ただそれと同時に知ってしまったらその自分の中に住み着いてしまったような感覚もちょっとあります。そうですね。とにかくいい一冊でした。ということで、4月に読んだ4冊の感想を簡単に紹介しました。話しながら思ったんですけど、やっぱ読んだ本の魅力を伝えるってめちゃくちゃ難しいですね。なので少しでも読んでみたいと思ってもらえたら嬉しいです。こればっかしは繰り返しやっていくことできっと上手くなると信じて、また時間があれば挑戦していきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。